あなたは、ご存知だろうか。彼らの悲しい運命を。2024年10月に発売した、ソニックシャドウジェネレーションズ。今作には、ソニックジェネレーションズとシャドウジェネレーションズという、日本のゲームが収録されています。このうち、ソニックジェネレーションズの方は過去作のリマスターですが、シャドウジェネレーションズの方は、今回新たに制作された完全新作。ソニックのライバル、シャドウを主人公に据えた今作は、普段のソニック作品とは違う、シリアスな雰囲気を醸し出しています。今回注目するのは、そんな今作に登場したボスたちについてです。実は今作のボスたちは、歴代ソニック作品に登場した、シャドウと因縁のあるボスをリメイクしたものになっています。どれもソニックシリーズ屈指の神バトルなんですが、一方で、このボスたちには、今作では語られていない隠れた設定が存在するのをご存知でしょうか。あまりに悲しい誕生秘話や、心に秘めた暗い感情、そして、過去に犯した大罪。この設定を知れば、今作のボスたちを見る目が変わる。今回は、ソニックシリーズ完全新作、シャドウジェネレーションズのボスたちについて、徹底解説していこうと思います。ゲームのネタバレを含むから、まだ未プレイの人は注意してくれよな。それでは、早速始めていきましょう。シャドウジェネレーションズ最初のボス、バイオリザード。オレンジ色の体を持った巨大なボスで、名前の通り、トカゲのような見た目をしています。作中では黒いエネルギー弾を放ってきたり、衝撃波を発生させる攻撃で、プレイヤーを苦しめました。この衝撃波めちゃくちゃ避けづらかった。また体への直接攻撃は一切効かず、ダメージを与えるには、背中の装置を攻撃するしかありません。そんなバイオリザードですが、よく見ると体中に無数の管が繋がっていたり、エラのような謎の部位があるなど、明らかに歪な見た目をしています。このエラみたいなのちょっと不気味だよな。このような歪な体をしている理由は、バイオリザードの正体にあります。実はこのバイオリザードは、エッグマンやマリアの祖父であるプロフェッサー・ジェラルドが作った人工生命体なのです。バイオリザードが初登場したのは、2001年発売の、ソニックアドベンチャー2という作品。このゲームの終盤、ソニックたちは宇宙に浮かぶスペースコロニー、アークという場所を訪れますが、色々あって、アークが地球に向けて落下し始めます。あわや、人類滅亡の危機です。落下を止めるべく、アークの最深部に向かうソニックたち。そんなソニックたちの前に、バイオリザードが立ちはだかります。これが、バイオリザードの初登場シーンです。お口の中綺麗ですね。その後、呆然とするソニックたちの前に、シャドウが登場。ここは僕が引き受けよう。シャドウ、お前僕が奴を引きつける間に、カオスエメラルドに走れ。そして、バイオリザードとの戦闘が始まります。お、この戦い方、シャドウジェネレーションズと同じだ。ここの再現度めっちゃ高かったですね。原作知ってた人は、感知したと思います。そしてこの後、シャドウがバイオリザードを倒し、ソニックたちはその隙に、アークの落下を止めることに成功。かと思いきや、倒したと思ったバイオリザードが復活し、宇宙空間にワープします。そしてそのままアークを引っ張って、地球に向かって進んでいきました。バイオリザードは自分もろとも、アークを地球にぶつけようとしたのです。すごい執念。しかし最終的には、ソニックとシャドウがスーパー化して、宇宙空間でバイオリザードを迎え撃ちます。そして激しい戦いの末、今度こそバイオリザードは倒されました。ちなみにこの宇宙空間での戦闘が、このソニックアドベンチャー2のラストバトルです。つまりこのバイオリザードは、もともとラスボスだったキャラクターということになりますね。すごい、そんなキャラを最初のボスにするとは、シャドウジェネレーションズ、なんと贅沢なゲーム。アークを地球にぶつけて、人類を滅亡させる。原作でこのバイオリザードは、間違いなくとんでもないことをしようとしました。ですが同時に、実はこのバイオリザードは、非常に悲しい運命を背負っているのです。さっきも言ったように、このバイオリザードは、プロフェッサー・ジェラルドによって作られた人工生命体。ジェラルドはマリアの病気を治すために、当時の政府が発案した不老不死の研究、プロジェクトシャドウに参加していました。そしてその中で、高い自己修復機能を持つ、人工生命体の開発が進められることになります。最終的にこのプロジェクトで、皆さんご存知シャドウ・ザ・ヘッジホップが生み出されることになりますが、それより前に作られたプロトタイプ。それがこの、バイオリザードなのです。つまりバイオリザードは、シャドウの先輩ってことか。そういうことになりますね。バイオリザードは山椒を元に生み出された生物で、ジェラルドたちの目論見通り、高い自己修復機能を持っていました。しかしそれと同時に、バイオリザードは驚異的なスピードで成長していき、あまりに巨大な体を持ってしまいます。そしてそれが原因で、体の至るところに不具合が生じ、生命活動に支障をきたすようになりました。そのためバイオリザードは、ジェラルドによって生命維持装置を与えられ、なんとか生きながら得ることになります。バイオリザードの体についていた、無数の管や背中の装置。これらはすべて、バイオリザードの命をつなぐためのものだったんですね。なんだそれ、辛すぎるだろ。ですがそれでも、ジェラルドはバイオリザードのことを、できる限り大切に扱っていました。
あの事件が起こるまでは、あの事件って？ある日、ジェラルドたちの研究施設に、突如軍隊が攻め込んできます。彼らの目的は、プロジェクトシャドウの凍結と隠蔽。そしてその混乱の最中、なんと、マリアが銃で撃たれてしまったのです。ジェラルドはその場にはいませんでしたが、後からマリアが命を落としたことを知り、怒りと悲しみで正気を失ってしまいます。そして、人類滅亡計画という、恐ろしい計画を仕組むことになるのです。7つのカオスエメラルドがアークに揃った時、アークは地球に激突し、全人類を滅亡させる。ジェラルドはそのようなプログラムをアークに施し、そして何者かがこの計画を邪魔しようとした時のために、バイオリザードを利用することにしました。何者かがアークの最深部に侵入したら、バイオリザードが目を覚まし、侵入者を排除するようプログラムしたんですね。そのためソニックアドベンチャー2では、アークの最深部にたどり着いたソニックたちの前に、突如バイオリザードが出現して襲いかかってきたのです。このようにこのバイオリザードは、人類の実験によって不完全な体を与えられた上に、最終的には人類滅亡計画に利用されてしまうという、あまりに過酷な運命を背負ったキャラクターです。加えて原作のソニックアドベンチャー2でも、今回発売されたシャドウジェネレーションズでも、最後には完璧な人工生命体である、シャドウに倒されてしまいます。これを、最後まで過酷な運命だったと捉えるか、それとも、同じ人工生命体であるシャドウに引導を渡されたのが、せめてもの救いだったと捉えるか。あなたはどう感じましたか？シャドウジェネレーションズ第2のボス、メタルオーバーロード。メタリックな青い体と、ドラゴンのようなフォルムが特徴です。バトル中はミサイルを放ってきたり、尻尾のなぎ払い攻撃などをしてきました。ですがどちらかというと、フィールドの瓦礫やレーザーの方が手こずりましたね。メタルオーバーロード本体の攻撃は、割となんとかなった気がするぜ。急に船出してきた時はさすがにビビったけど。そんなメタルオーバーロードですが、実は彼は、シリーズ常連のあのキャラが変身した姿なんです。メタルオーバーロードの正体は、なんとメタルソニック。ソニックジェネレーションズの方に出てきた、このキャラクターです。随分雰囲気変わったな。色以外別人じゃないか。メタルオーバーロードが登場したのは、2003年に発売した、ソニックヒーローズというゲームです。今作でメタルソニックは、エッグマンに度重なる改造を施されたことで、自我に目覚めます。自我に目覚めたメタルソニックは、自分で自分を改造し、ネオメタルソニックに進化。そしてそのまま、なんとエッグマンに反旗を翻すのです。自分の手でソニックたちを倒すために、エッグマンを監禁して、彼のロボット軍団を奪ったんですね。ネオメタルソニックは、エッグマンのふりをしてソニックたちを誘い出し、エッグマンのロボット軍団と戦わせます。そしてその中で、ソニックやシャドウの戦闘データを取得しました。すごい入念に準備するな。それくらい勝ちたかったんでしょうね。ちなみにシャドウジェネレーションズでの戦闘で、このメタルオーバーロードにはカオスコントロールが効かなくなっているのですが、これはこの、シャドウの戦闘データを取得したという設定から来ていると思われます。これそういうことだったのか。こうして、ソニックたちを倒すのに十分な強さを手に入れた、ネオメタルソニック。ゲームの終盤、彼は満を持して、ソニックたちの前に登場します。そしてそのまま、一旦メタルマッドネスという姿を経て、最終形態、メタルオーバーロードに変身するのです。改めてマジで原型ないな。メタルオーバーロードは雲の上に飛び立ち、そこでソニックたちと対峙することになります。自らを強化し、さらにソニックたちの戦闘データを取得した自分は最強。メタルオーバーロードは、ソニックたちに負ける気は一切ありませんでした。しかし、スーパー化したソニックと、その力を分け与えられたテイルス、ナックルズの3人に、メタルオーバーロードは敗れてしまいます。そして敗れたメタルオーバーロードは、元のメタルソニックの姿に戻ったのでした。ちなみに原作だと、このようにソニックたちが3人がかりでやっと倒せましたが、シャドウジェネレーションズでは、シャドウが1人で勝っています。シャドウもシリーズを追うごとに、強くなっているのかもしれないですね。シャドウさんマジイケメン。また、このメタルオーバーロードは、本物であるかどうか、という点にとにかくこだわっています。確かにヒーローズでソニックたちに負けた時、自分が本物のソニックだって言ってたな。シャドウジェネレーションズでも、シャドウを偽物と呼んでましたね。この時のメタルオーバーロード、元いメタルソニックは、ソニックに対する劣等感が暴走している状態でした。彼はソニックを倒すために生まれたロボットですが、これまで一度も、ソニックに勝ったことがありません。ロボットなので感情が表に出ることはありませんでしたが、ソニックに負けるたびに、密かに劣等感を募らせていたのでしょう。そしてそれが、このソニックヒーローズの事件で爆発したんだと思います。俺が、本物のソニックだ。このセリフは、ソニックへの劣等感に苦しむメタルソニックの、心の叫びだったのかもしれません。一方で、シャドウもソニックと間違われることがよくありますが、シャドウは特に、自分がソニックに劣ってるとか、自分はソニックの偽物だなどと思ったことはありません。なんなら、ソニックより優れてるって思ってそう。シャドウジェネレーションズのメタルオーバーロード戦は、ある意味、ソニックに似ている者同士の戦いでしたが、一方はそのことに縛られ、もう一方はそんなことを気にしたこともない。そんな二人の対決ですから、この戦いをシャドウが制したのは、必然だったのかもしれませんね。ちなみにこのメタルソニック、シリーズ中でもかなり異色な存在で、かつ私が大好きなキャラクターでもあります。
こちらの動画でメタルソニックについて詳しく解説しているので、彼に興味が出た方はぜひ見てみてください。しれっとメタルソニック好きを増やそうとしてるな。シャドウジェネレーションズ第3のボス、メフィレス。体が無駄にゴツゴツしていたり、目が赤くなっているなど、一目で悪役だとわかるデザインをしていますね。ですがよく見てみると、どことなくシャドウに似ているようにも見えます。作中ではフィールドを汚染した上で攻撃を仕掛けてくるので、プレイヤーはブームモーフに変身して立ち向かうことになりました。そんなメフィレスの正体は、とある国の神様の片割れ。このメフィレスは、2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ、通称シンソニというゲームで登場しました。このゲームはソレアナ公国という国が舞台になっていて、その国では、ソラリスという太陽神が祀られていました。このソラリスは小さな炎のような見た目をしており、時間を操ることができると言われています。しかし今からおよそ10年前に、当時のソレアナ国王が、ソラリスの力を手に入れるための研究を開始。そしてその研究の最中、ソラリスが暴走して、大爆発を起こしてしまいます。この爆発の影響で、ソラリスは2つの存在に分かれてしまいました。その片割れが、今回シャドウジェネレーションズにボスとして登場した、メフィレスです。その後メフィレスは、この爆発事故を調べるために過去に来ていたシャドウによって、闇の帳というアイテムに封印されます。ちなみにこの闇の帳は、シャドウジェネレーションズのメフィレス戦でも出てきてましたね。最初に床に転がってたこれのことだな。またこのメフィレスは、もともとは特定の姿を持たない存在です。10年前にシャドウに封印された際も、まだ黒いもやのような姿をしていました。そんなメフィレスがハリネズミの姿になったのは、新ソニのシャドウ編の冒頭。シャドウとルージュが闇の帳を運んでいたところ、突如ドクター・エッグマンの襲撃を受けます。そしてその戦いの最中、闇の帳が破損。中から黒いもやが飛び出してきました。闇の帳が壊れたことで、メフィレスの封印が解けてしまったのです。その後メフィレスは、その場にいたシャドウの影に取り付きます。そして、シャドウの姿を得て復活することになるのです。このような経緯があるため、メフィレスはシャドウと似た見た目をしているんですね。ちなみにこのメフィレスはその後、ソニック史に残るとんでもないことをしでかします。新ソニの終盤で、なんとメフィレスは、ソニックを殺害するのです。カオスエメラルドの光にひるんだソニックを、後ろから鎖。このシーンはあまりに衝撃的で、当時このゲームを遊んだプレイヤーたちに、大きなトラウマを植え付けました。ちなみにこの時使った攻撃は、シャドウジェネレーションズでも登場しています。シャドウはギリギリのところでかわしましたが、当たってたらヤバかったでしょうね。マジでこいつ殺意高すぎ。そして、ソニックを殺した後メフィレスは、10年前に分裂した片割れと再び融合し、ソラリスとして復活します。ですが最終的には、カオスエメラルドの力で蘇ったソニックと、シャドウ、シルバーに敗北。そしてその後、過去の世界を訪れたソニックたちによって、ソラリスの炎は吹き消されます。過去の世界でソラリスが消えたことで、その後のソラリスやメフィレスが暴れた未来も、なかったことになりました。そのため、この新ソニの後の世界では、みんなソラリスやメフィレスのことは覚えていません。実際シャドウジェネレーションズでも、シャドウはメフィレスのことを知らない様子でしたね。なぜかメフィレスの方は、シャドウのことを知っているようでしたが、ちなみにこのメフィレス、ソニックを殺すというとんでもないことをしたキャラクターではあるんですが、一方で、ソニックファンの間ではとてつもない人気を博しています。メフィレスのねっとりしたセリフ回しが、大勢の人のツボに入り、大人気になったんですね。夢のツアーへの、片道切符だよ。実に残念だ。そのため、シャドウジェネレーションズでメフィレスが復活すると発表された際は、とてつもない盛り上がりを見せました。公式が出したこの動画で、メフィレスが出てくることが明らかになったけど、コメント欄見るとマジでメフィレスのことしか書いてないぜ。そして実際のゲーム中では、なんとメフィレスの名言もしっかり再現するなど、最高のファンサービスをしてくれましたね。このメフィレスについてはまだまだ語り足りないことがあるので、ぜひこちらの別動画も見てみてほしいです。みんなもメフィレスの大ファンになると思うぜ。最後に紹介するのは、今作のラスボス、デビルブームです。赤黒い体や不気味な翼、恐ろしい顔つきなど、まさにデビル、悪魔のような見た目をしていますね。またこのデビルブームは、体の前後両方に顔がついているのも特徴。角が2つついている顔と、1つだけの顔があります。作中では、まずは角が2つのフォルムと戦いました。シャドウはブームサーフを使って隕石を飛ばし、ダメージを与えていきます。ステージ上のギミックを使えば、直接攻撃することも可能でしたね。そして体力が半分になると、デビルブームが角1つのフォルムにチェンジ。今度はブーム毛布を使って瓦礫の上を進み、直接攻撃です。よっしゃ、倒したぞ。あれ、まだ元気そう。デビルブームを倒したら、次はデビルブームの進化系、ネオデビルブームとの対戦です。
ネオデビルブームは、腕が大量に生えてきたり、一本角の方の顔が伸びたり、下半身に巨大な目が現れるなど、ますます恐ろしい見た目になっています。ただこのネオデビルブーム戦は、ブームウィングを使った空中戦だったり、BGM がシャドウの主題歌になっていたので、めちゃくちゃ熱いバトルができて楽しかったですね。ラスボス戦にふさわしい神バトルだぜ。そんなデビルブームの正体は、今作でシャドウの前に立ちはだかった宿敵、ブラックブーム。このブラックブームは、2005年に発売したシャドウが主人公の作品、シャドウ・ザ・ヘッジホッグで初登場しました。このゲームは、通称シャドゲとも呼ばれています。ブラックブームは、50年に一度地球に近づいてくる星、ブラック彗星に住む宇宙人。シャドゲでは、ちょうどブラック彗星が地球に近づいたタイミングで、ブラックアームズという軍隊が攻めてきました。そしてこのブラックアームズを率いていたのが、ブラックブームです。ブラックブームの目的は、地球を侵略して、地球の生物を家畜にすること。そのためにブラックブームは、世界中に甚大な被害をもたらしました。例えば、ブラックアームズに攻め込まれた街は、このように見るも無残な姿にされています。また物語の終盤では、カオスコントロールで地球にブラック彗星をワープさせ、さらに、神経を麻痺させるガスを撒き散らしました。こいつめちゃくちゃやるな。ソニックたちも体が麻痺し、絶体絶命の大ピンチ。ですがそんな中、シャドウだけはガスの影響を受けず、動くことができました。シャドウジェネレーションズの中でも明かされていましたが、実はシャドウは、このブラックブームの細胞を使って生み出された存在なのです。そのため、ガスの影響を受けなかったんですね。シャドウはカオスエメラルドの力で、スーパーシャドウに変身。そしてブラックブームの方も、デビルブームに変身して勝負に挑みます。ちなみにここでデビルブームが使う技は、シャドウジェネレーションズでもしっかり登場していますね。本当に細かいところまで再現してるんだな。そして激しい戦いの末、見事デビルブームを倒したシャドウ。その後シャドウは、地球に現れたブラック彗星を、再び宇宙に戻します。そして、アークに搭載されていた巨大レーザー砲、エクリプスキャノンを使って、ブラック彗星を破壊。こうして、ブラックブームによる地球侵略は、無事に回避されたのです。シャドウいなかったら地球終わってたな。このあたりの話を知った上でシャドウジェネレーションズを遊ぶと、また一段と楽しめるんじゃないかと思います。またこのシャドゲは、シャドウが大活躍する上に、シャドウの過去も明らかになるため、シャドウファン必見の作品。さらになんと、マルチエンディングにもなっているという、非常に面白いゲームです。以前このシャドゲの解説動画を出したので、ぜひこの動画でシャドゲについても知ってもらえたらと思います。以上、シャドウジェネレーションズに出てくるボスの解説でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。